こんばんは、弁天クルーのタイガです。東京はめちゃくちゃ暑いですね。もうかなり梅雨の雰囲気です。ジメジメしております。ちょっと長袖もだるい感じですね。この時期だからこそ体がついていってないんで、熱中症になりやすい方も多くいます。ぜひ気をつけてください。今日、早速ですね、ご紹介するスニーカーは、プーマとヘリーハンセンのコラボレーションモデル、トレイルフォックス MTS です。ではまずですね、こちらのスニーカーを履いた映像、ぜひ見てみてください。どうぞ。はい、初めてのプーマですね。正直このモデル初めて見たぞっていう方も多くいらっしゃると思います。ですし、あんまり興味がないなっていう方も非常に多いと思います。もっとナイキのスニーカー見せろよっていう声の方が多いと思うんですけど、僕としてはものすごく気に入ってるスニーカーなので、ぜひご紹介したいと思います。まずプーマはもう皆さんご存知ですよね。コラボレーション先のヘリーハンセンのお話からです。ヘリーハンセンは1877年にノルウェーのオスロという港町ですね。すごい綺麗な町なんですけど、そこで創業されたアウトドアメーカーです。アウトドアメーカーといっても、最初は船乗りさん用のジャケットから作り出したり、ヨットレース、アメリカズカップっていう有名なヨットレースがあるんですよ。ルイ・ヴィトンがスポンサーになったりしてるんですけど、その世界的に有名なヨットレースで、結構皆さんが使われてるギアがヘリーハンセンですね。なので、皆さんが好きなノースペースとか、僕も好きなんですけど、パタゴニアとかはやっぱり、クライミングとか山登りのイメージなんですけど、ヘリーハンセンに関しては、そうですね、スキーとか、あと海ですね。やっぱり海関係のギアが多いかなと思います。去年も特にですね、やっぱりストリートファッションのブームの影響で、ノースフェイスが爆発的に人気だったと思うんですけど、僕個人としてはヘリーハンセンがなんでもっともっと来てほしいなっていうようなイメージです。ヘリーハンセン好きで、僕もマウンテンパーカーなんかも持ってるんですけど、いまいち認知はどうなんでしょう。ノースとかに比べるとやや下がるのかなと思います。ノースフェイスと同じで、ゴールドウィンというところが日本の代理店を行っております。なので、アウトレットとか行くと、ノースフェイスの横にヘリーハンセンがあったりするかなと思います。木更津のアウトレットなんかは確か、ノースフェイスから直で店内から繋がってヘリーハンセンに行けるので、ゴールドウィンがやってるということです。プーマ、皆さんご存知ですよね。で、片付けちゃったんですけど、僕の中では最近、プーマすごくかっこいいなと思ってて、昔からスニーカー好きだった頃から定番のスウェードなんかも履いてたんですけど、今またプーマすごい気になるなっていうのが僕の感想です。で、去年は特に熱いコラボが多くあって、夏にですね、ロサンゼルスのルードというブランドとコラボレーションしたモデルが出てまして、それもセルエイリアンかなと、パレスガードっていうモデルがあるんですけど、それを買おうかなと思ってて、結局買えずじまい、見に行ったんですけど、
マイサイズがちょっとないような状況だったので買えなかったですね。なんでプーマもですね、非常に熱いコラボなんかも出してきますし、もちろんインラインもすごくいいスニーカー揃ってるので、ぜひプーマも皆様調べてみて履いていただきたいなと思っております。ごたごた喋ってますけど、こちらのトレイルフォックスの説明ですね。トレイルフォックスは、いわゆるトレイルランニングのシューズです。トレイルランニングって山岳を走るスポーツなんですけど、普通の舗装されたアスファルトを長距離走るランニングではなくて、山道を走るスポーツです。で、そのためにですね、アウトソール見ていただければわかると思うんですけど、結構トゲトゲしたスパイク状の作りになっております。これはやっぱり山道の舗装されてない道を歩くので、グリップ力を高めるためにこういうような作りになってます。もちろん大好きなナイキさんなんかでも出てますし、最近だとサロモンっていうブランドが僕はトレランシューズの中ではかなりかっこいいモデル出してるんじゃないかなと思います。パレスとコラボなんかしたりして出してるので、サロモンも結構要チェックかなと思います。で、こちらのトレイルフォックスはですね、さっき説明したアウトソールは、2005年に発売された、コンプリートトレイルフォックスっていうものを流用しております。同じものを流用しております。アッパーは新しく設計されたので、過去と今の融合で作られたのがこのトレイルフォックス MTS です。じゃあディティールの説明からいきます。アッパーに関しては、そうですね、天然素材を使ってないように見えるんですけど、実は結構使われておりまして、一番白の部分ですね。こちらに関しては、スムースレザーとなっております。で、アイステイっていうんですかね、シューホールのあたり、このロゴが入っている部分なんかは、ヌバックになってます。で、こちらの部分にプーマキャットとヘリー・ハンセンのロゴがドンと入っているようなモデルになっております。あと、こちらの黒の部分なんですけど、もうかなりキメが細かい、若干撥水加工もされているようなメッシュ生地が使われております。あと特徴的なのは、終端も結構厚いんですけど、何よりかかとのここの部分ですね。ここが通常のローカットのモデルより結構高い位置にあるのと、もう厚みがかなりすごいんですよ。で、これ多分想像するになんですけど、山道を走るときに足があらぬ方向に曲がっちゃうことが多々あると思うんですよね。で、そうならないために、支えの意味ですかね、を込めて、結構分厚くなったり高さを出してるんだと思います。ミッドソールに関してはこの部分ですね、結構ふかふかしてるんですよ。クッショニングめちゃくちゃ強いです。ただ下に行くにつれて、硬化ラバーを使ってると思うのでめちゃくちゃ硬いですね。なんで、アスファルト歩くとき、ちょっと、最初は違和感がありました。グリップが強すぎるなっていう印象ですね。もちろんそれは、アウトソールのこのトゲトゲの部分ですね。で、グリップが効いてるのもあるんですけど、ちょっと履き心地のクッションが、今まで履いてきたような、例えばマックス系とか、フォースワンとか、コンバースとかと比べても、ちょっと独特な履き心地です。で、シューレースのあたりですね。こちらはですね、ヘリー・ハンセンの文字が書いてあるのと、シューレースはですね、ちょっと編み込まれたようなウーブンチックな、ロープレースになっております。これは多分ですね、船乗りさんとかのロープをイメージして作られてるんだと思います。あとごめんなさい、言うの忘れてました。ディティールですごい好きなところがあるんですけど、このレザーとメッシュの境の部分ですね。ここの白い部分が一周ぐるっとリフレクティブ素材になってるんですよ。なんでパッと光るんで、ここの部分もちょっと近未来チックな仕上がりでかっこいいなと思っております。非常にカラーリングもオレンジの差し色が効いてたり、あとところどころですね、品のいい緑が入ったりして、黒と白で仕上げられてはいるんですけど、センスのいい、ちょっとカラフルなスニーカーだなと思います。
発売されたのが、海外では去年の9月で、その後日本には全く入ってこなかったんですよ。僕これちょっと海外のリークで初めて見たときに、これは狙いだなと思って、日本いつ入ってくるんだろうと待ってたんですけど、結局入ってこないままでした。ちょっと面白いんですけど、夏にですね、ルードが発売された時に、プーマ、原宿のお店に行って、店員さんにちょっと、ヘリ・ハンセンとのコラボモデルについていつ来るかっていうのを聞いてみたんですけど、店員さんもやっぱり全然知らないっていうような状況でした。で、その後原宿のヘリ・ハンセンですね、行って聞いてみたんですけど、そこでもちょっと知らないっていうような状況で、店員さんですら、把握してなかったモデルです。結局多分なんですけど、ヘリ・ハンセンの日本の代理店のゴールドウィーンが、なんかちょっといろいろあって、ヘリ・ハンセンコラボに関しては、プーマは入ってこなかったのかなと思います。で、こちらのモデルは僕は海外のスラムジャムっていうスニーカーブティックからオンラインで購入しました。日本に届くのに、だいたいそうですね、3週間ぐらい結構かかりましたね。なぜか飛行機ではなく船便で運んでたようなので、結構かかったみたいです。プーマとヘリー・ハンセンに関しては、今年の2月にもですね、海外で発売されているようです。こちら、そのモデルに関しても、未だ日本には入ってきてないです。以上、今回は、プーマとヘリー・ハンセンのコラボモデルですね、トレイルフォックス MTS をご紹介いたしました。この他にもですね、プーマも最近めちゃくちゃかっこいいスニーカー、どんどん復刻であったりとか、新しく発売されてますので、ぜひスニーカー好きな皆さん、ナイキとかアディダスだけでなく、もっと広い目線でプーマとかも調べてみても面白いんじゃないかなと思います。まだまだ意外と履いてる方少ないので、人と被りたくないとかっていう人には結構もってこいだと思うので、ぜひそのあたりもチェックしてみてください。またですね、僕たちはスニーカーの紹介他にも動画上げてますので、こちらもよかったら見てみてください。もしこの動画がいいと思えば、ぜひグッドボタンお願いします。励みになりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。